はいどうも。では今回は、インデックスファンドのすすめっていうテーマでお話しします。目次としては次の通りです。一つ目、インデックスファンドとは。二つ目、インデックスファンドの魅力。三つ目、おすすめ証券口座と投資銘柄。四つ目、注意点。っていうことで、それぞれ深掘りしていきます。では一つ目のインデックスファンドとはっていうことなんですけれども、それを語る前に、まずそもそも、投資信託、いわゆるファンドですね、とは、ということを述べていきます。投資信託、これは一言で言えば、投資家から集めたお金を大きな資金としてまとめて、株式や債券の詰め合わせパックに投資、運用し、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品ですね。で、集めた資金をどのような対象に投資するかは各投資信託ごとに異なるわけですね。注意点としては、銀行の預金などとは違って、元本が保証されていないっていう点と、投資信託の購入後にその運用がうまくいって利益が得られることもあれば、運用がうまくいかずに投資した額を下回って損をすることもあるっていう点ですね。はい。以上を踏まえて、投資信託は運用方針の違いによって、主にアクティブファンドとインデックスファンド、これはパッシブファンドとも言いますかね、に大別されます。で、アクティブとパッシブは、日本語で言うところの能動的、受動的っていうことですね。端的に言えば、特定の指数を上回る運用設計、運用成績を目指す商品がアクティブファンドで、特定の指数への連動を目指すように設計された商品がインデックスファンドとなります。もう少し詳細を述べると、まず、インデックスっていうのは日本語では株価指数のことを指して、代表的なのは日経平均株価やトピックス、ニューヨークダウなど、要するに株式市場の値動きを表す指標のことですね。で、アクティブファンドは、ファンドマネージャーという、運用の専門家、プロですね。が様々な調査、分析を行い、最適な銘柄を選ぶため、短期スパンではインデックスよりも優れた運用成果を期待することができるんですけど、その分、運用リスクも高く、信託報酬などの手数料も取られてしまうため、相対的にコストが高いっていうふうに言えますね。一方で、今回取り上げるインデックスファンドは、特定の指数と似た値動きをするため、市場平均並みの運用成績が期待できますが、基本的に市場平均を大きく超えるリターンは得られないっていう特徴があります。ではなぜインデックスファンドがおすすめなのかっていうことになるんですけど、一言で言えば、過去の歴史からしても選ぶ対象を間違えずに、なおかつ数十年の長期スパンで考えると、ほぼ確実に利益が見込めるからということになりますかね。では、インデックスファンドの魅力について述べていきます。まず、魅力一つ目、コストが低いということですね。信託報酬などの手数料込みの運用コストが低い傾向にあって、運用成果に与える影響も軽微に抑えることができますと。なんなら、数十年の長期スパンでアクティブファンドとインデックスファンドを比較したとき、ものによっては、というか下手をすると、8もしくは9割前後のアクティブファンドは、インデックスファンドの運用成績を上回れない。つまり、下回って、利益を上げられない。にもかかわらず、手数料だけは一丁前にかかる。っていうことで、個人的には、もはやアクティブファンドの、そのファンドマネージャーの存在意義って何なのっていうふうに思う次第ですね。では次、インデックスファンドの魅力2つ目ということで、分散投資が簡単っていうことですね。もし、自ら分散投資を行う場合、専門的なスキルや知識が必要になったり、多額の費用が必要になるケースもあって、簡単なことではないと。しかしながら、インデックスファンドであれば、冒頭でも軽く述べたように、株などの詰め合わせパックのようなものなので、有料なものを選べば、十分なリスク分散になるということですね。では次、魅力3つ目、少額からでも投資できると。不動産投資や他の投資であれば膨大な軍資金を用意する必要があるっていうのはよくある話ですけど、それらに比べて、多くの投資信託は1万円前後から運用をスタートすることが可能で、
ネット証券であれば、今時100円から運用を始めることもできますね。いきなり大金を投入するのは怖いでしょうからね。では次、魅力4つ目、余計な手間を取られることがほぼないということで、個人的にはこれが一番の魅力ですかね。株価チェックやトレードをする必要がなく、要するに、管理などに時間や手間がかからないため、当人への負担が小さいと言えるわけですね。ということで、現代であれば、まず本業があって、その傍らでインデックスファンドで金融資産を構築し、さらに余力で何か副業にも挑戦してみるっていうのが合理的なお金の増やし方だと個人的には思いますね。では次に、おすすめ証券口座と投資銘柄ということで、具体的に、どんな証券会社で、口座を開設するか、どんな投資銘柄がおすすめなのかということを述べていきます。まず、証券口座に関しては、マイナーな証券会社を選んだところで、これといって、メリットはないかと思われますので、有名な大手で、なおかつ、手数料の安い、ネット証券ということで、少なくとも現在、2023年時点では、楽天証券やSBI 証券が無難なところかと思います。今時銀行などでも言えることなんですけど、対人で申し込むと手数料が無駄にかかるなんかゴミみたいな商品を勧められるっていうことも往々にしてありますんで、そういうのはまず避けたいですね。では次におすすめの投資銘柄というかファンド名なのですが、これは王道のオールカントリーやS&P500 あたりでいいかと思います。オールカントリーであれば、もちろん190数カ国、全てに分散投資するっていうわけではないですけど、アメリカだけでなく、数十カ国に分散は効いているので、悪くはないかと思います。世界規模で人口が増えていくことが予想されているわけですからね。で、S&P500 に関しては、ウォーレン・バフェットのお墨付きでもありますし、日本なんかと違って、アメリカは先進国の中でも将来的に人口が増えていくっていうことが予想されてますからね。はい。人口に関しては、世界規模でも増えていくことが見込まれているわけですから、ぶっちゃけ、オルカンでも S&P500 でも、どっちでもいいと思います。オルカンなんて、現在の2023年時点で、アメリカの構成比率が、約6割、なわけですから、どうせね、アメリカがこけたら、もろとも当然ですよ。どっちであろうと、過剰にね、気にする必要はないわけです。いずれにせよ、値動きとしては、一切の暴落なく、直線的に、右肩上がり、なんていう、そういう都合のいいことはないわけで、歴史的な観点からしても、短期的には多少の暴落はあれど、数十年単位の、長期的にはゆったりとした右肩上がりになることが期待できるわけですね。で、その恩恵を受けようということになります。で、どうしても、短期的に、分不相応な利益を出そうとすると、どうしてもギャンブルみたいなことになって、貧困への道、まっしぐらになってしまいますから、焦りは禁物、気長に行きましょうっていうことですね。なお、投資銘柄においては、なぜそれを選んだのかっていうことを明確にしておかないと、下落時に、狼狽寄りの恐れがあるんで、自分自身で、納得するロジックを明確にしておく必要がありますね。下落を過剰に恐れるようであれば、それは余剰資金で、やりくりできてない可能性もありますしね。いずれにせよ自己責任なわけです。では最後に、インデックスファンドに関する注意点を述べます。リターンと手数料の観点で話します。まずはリターンの観点ですね。途中でも少し述べましたけど、個別株やアクティブファンドとは違って、短期的にはその短期的に期待する、そういうような代物ではないので、いっそ、運用してること自体、言われてみればそんなんやってたなぐらいが、比較的理想かなっていうところですね。また、比較的低リスクで、運用できる魅力があるんですけど、市場全体が値下がりしていると、それに連動するっていうことで、過去直近ではコロナショックなんかがいい例ですかね。というように、リスクが低いとは言っても、投資であることに変わりはないため、一定のリスク、言うなら値動きの幅ですね、があることは理解しておく必要があります。
あとは、リターンを安定させるために、底値で買うのを狙うっていうような、再現性が低い方法を当てにせず、ドルコスト平均法で、余剰資金で、淡々と積み立てるのが、賢明ですね。では次に、手数料に関する注意点ですね。投資信託自体の主な手数料は、購入時手数料、信託報酬、信託財産留保額の3つですかね。で、目標にする指数が同じ商品であっても、手数料が異なる場合もあるので、注意が必要ですね。で、インデックスファンドの手数料は比較的安いとはいえ、特に長期的な運用であれば、手数料を比較して選ぶのも重要となります。インデックスファンドの中でも、信託報酬だけでなく、購入時手数料を抑えるべく、購入時、手数料がかからない、ノーロードファンドを選ぶのが賢明ですね。日本では2024年から新ニーサが始まるわけですから、それも一つのきっかけにインデックスファンドを運用してみるのを検討してみてはいかがでしょうか。ということで、締めくくらせていただきます。はい。では、インデックスファンドの勧めというテーマについて、今回は以上になります。ご清聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。